データの先に見える世界のリアル。かつて日本では結婚の多くをお見合いが支えていた。親や親戚、近所の世話役が次々と縁談を持ってきてくれた時代だ。ところが今、お見合いで結婚する人はほとんどいなくなった。そして時を同じくして日本は深刻な少子化へと突入している。ここで一つの素朴な疑問が浮かんでくる。もう一度お見合いを復活させれば少子化は止まるのではないかと。実際この動画のコメント欄でもそうした声をよく見かける。一見するとこれはかなり筋の通った仮説のように聞こえる。結婚する人が増えれば子供も自然と増えるはずだという理屈だ。そして今行政はまさにこの現代版お見合いに乗り出している。AI を使った公的な婚活支援が今各地で静かに広がっているのだ。ではその効果は本当に少子化を止めるほどのものなのか。今回はお見合い復活という仮説をデータで冷静に検証していく。まずはお見合いがどのように消えていったのかを振り返ろう。チャプター1、お見合いの攻防。お見合いはかつて日本の結婚の紛れもない主流だった。戦前の調査では結婚した夫婦のおよそ 69% が見合い結婚だった。実に7割もの人が誰かに引き合わされて結ばれていたことになる。自分で相手を探す恋愛結婚はわずか 13% 程度に過ぎなかった。結婚とは個人が勝ち取るものではなく社会が用意するものだったのだ。ところがその比率は戦後になって急速に逆転していく。1960年代の末、ついに恋愛結婚が見合い結婚を追い抜いた。高度経済成長とともに人々は自由な恋愛を求めるようになった。そして見合い結婚は坂を下るように減り続けていった。2010年代にはその割合はわずか 5% 程度にまで落ち込んでいる。入れ替わって台頭したのがマッチングアプリや SNS だ。今やネットで出会って結婚する夫婦が 13.6% を占めている。お見合いはその長い役割をひっそりと終えたかに見える。だがお見合いが消えたことには見過ごせない代償があった。その代償を理解するにはまず前世紀の社会を見る必要がある。チャプター2、お見合いが支えた開墾社会。お見合いが機能していた時代、日本は開墾社会だった。ほとんどすべての人が一生のうちに一度は結婚していたのだ。1980年の生涯未婚率は男性 2.6%、女性 4.5% に過ぎない。結婚しない人は当時はごく少数の例外でしかなかった。そしてその開墾社会は高い出生率としっかり結びついていた。戦後すぐの1947年、合計特殊出生率は 4.54 にも達していた。第二次ベビーブームの1973年でも 2.14 を保っている。これは人口を維持できる水準をしっかりと超える数字だ。婚姻件数で見ても1972年には年間110万組のピークを迎えた。ところが2022年にはその数は約50万組にまで半減している。結婚するカップルそのものが半分以下に減ってしまったのだ。もちろんお見合いだけが出生を支えていたわけではない。当時は結婚して子を持つことが当然という規範も強かった。だが誰もが結婚できる仕組みがあったことは確かな事実だ。その仕組みが消えた後、日本の人口構造は大きく揺らいでいく。チャプター3、少子化の主因は未婚化だった。ここで少子化の正体を正確に押さえておきたい。多くの人は夫婦が子供を産まなくなったと考えがちだ。だがデータが示す現実はその直感とは少し違っている。社人権の分析によれば出生率低下の要因は2つに分けられる。一つは結婚した夫婦が産む子供の数の減少だ。もう一つはそもそも結婚する人が減ったこと、つまり未婚化である。そしてその内訳の比率がかなり衝撃的だった。出生率低下の
実におよそ9割が未婚化や晩婚化で説明できるのだ。夫婦あたりの子供の数の減少は残りの1割に過ぎない。実際、結婚した夫婦の最終的な子供数は今も約 1.9 人。かつての 2.2 人前後から大きくは減っていないのだ。しかも日本では結婚せずに子を持つケースは約 2% しかない。つまり、結婚しなければほとんど子は生まれない構造なのだ。だからこそ、少子化を止める鍵は結婚を増やすことにある。お見合いの復活という発想は、この主因に正面から向き合うものだ。では、その現代版は、すでにどこまで進んでいるのだろうか。チャプター4、現代版お見合い、行政と AI の挑戦。今、行政がこの現代版お見合いに本格的に乗り出している。各地の自治体が公的な結婚支援センターを運営しているのだ。国もこれを後押しし、AI 婚活の導入費の3分の2を補助している。その代表例が愛媛県の先進的な取り組みだ。愛媛は2015年から AI を使ったマッチングを導入した。利用者の行動履歴を年に50万件も蓄積しているという。いいね、した相手の傾向から AI が最適な候補を提案する仕組みだ。そしてその効果ははっきりと数字に現れている。AI 導入の前後でマッチングの成立率が 13% から 29% へ上がった。およそ2倍以上に跳ね上がった計算になる。センターの累計ではこれまでに約1600組が成婚を報告している。これはかつてのお見合い役を行政が担い直す試みだと言える。全国でもこうした AI 婚活を導入する自治体は増えている。消えた出会いの場を社会の側がもう一度用意し始めたのだ。ここまで見るとお見合いの復活は順調に思えるかもしれない。だが本当に重要なのはここからの話だ。チャプター5、だが規模も効果も足りない。現代版お見合いには見過ごせない大きな限界がある。まずその規模があまりにも小さいのだ。全国の自治体による成婚は令和2年度で1748組だった。一方、日本全体の婚姻件数は年間およそ50万組もある。つまり行政の成婚は全体の 0.4% にも満たないことになる。これでは少子化の大きな流れを変えるにはあまりに力不足だ。さらに言えばお金をかければ解決するわけでもない。海外の例がそのことをはっきりと示している。ハンガリーは巨額の予算を家族支援につぎ込んだ国だ。出生率は一時 1.25 から 1.59 まで回復したかに見えた。ところが2024年には再び 1.38 へと低下してしまった。手厚い現金給付でもその効果は長続きしなかったのだ。フランスもまた手厚い政策にもかかわらず出生率を落としている。出会いを増やしてもお金を配っても流れは止まらない。では一体何が本当の壁になっているのだろうか。チャプター6、本当の壁は出会いではなかった。婚活支援が届くのは出会いがないという人たちだ。だが未婚化の理由は出会い不足だけではなかった。国の調査で未婚でいる最大の理由を聞いている。適当な相手に巡り合わないが男女ともに最も多かった。一見するとこれは出会いの問題のように見える。だが適当な相手という言葉にこそ本当の壁が隠れている。人はただ誰かと出会いたいわけではないのだ。自分の条件に見合う相手と出会いたいと願っている。結婚の障害として最も多く上がるのは結婚資金だった。男性の4割以上がお金を理由に結婚をためらっている。さらに女性は自分より収入の高い相手を求める傾向が強い。出会いの数をいくら増やしてもこの条件の壁は越えられない。そして結婚という制度そのものを望まない人も増えている。お見合いの復活は確かに失われた出会いを取り戻せる。だが年収や価値観というより深い壁までは壊せないのだ。少子化の根は
出会いよりもさらに奥深くに張っている。エンディング。お見合いを復活させれば少子化は止まるのか。データが示した答えは半分はイエスで半分はノーだった。少子化の最大の主因は確かに未婚化にある。だから結婚を支える仕組みを取り戻す方向そのものは正しい。行政や AI による婚活支援はその確かな第一歩だと言える。愛媛のように出会いの成立率を大きく高めた成功例もある。だがその規模は未だ全体のわずか 0.4% にとどまっている。そして本当の壁は出会いの先にある年収や価値観の方だった。お見合いは消えた出会いを取り戻すことはできる。けれどそれだけで少子化を止めることまではできない。必要なのは出会いとその先の壁を同時に壊していくことだ。過去をただなぞるだけでは未来は変えられないのかもしれない。あなたはお見合いの復活に賛成ですか、それとも反対ですか。ぜひコメントで聞かせてください。